どうもお疲れ様です。ババログです。今回は前回紹介しきれなかった人も少なく静かな京都の北エリアのおすすめ観光地を紹介したいと思います。電動アシスト自転車で瑠璃公園によって比叡山にも上がってそのまま大原三千院まで行っちゃうというちょっと無謀な一人旅。紅葉が色づき始めた秋の京都に癒され満喫してきたのでよかったら最後までご覧ください。今回のルートは自転車ですが、電車で行く場合は京阪電車の出町柳駅からすぐ叡山電鉄に乗って終点の八瀬比叡山口へ。叡山電鉄は秋になると期間限定で紅葉のトンネルのライトアップもあって道中からも旅が始まっているような楽しさがあります。この日に決めたのは翌日の11月8日から瑠璃公園は予約制になってしまい7日までフリーで拝観できたからです。正直金曜日だしすごい並んでたら諦めようと思ってたんですが、意外と平日は少なくてすぐ入りました。瑠璃公園はもみじのリフレクションで有名な浄土真宗の寺院です。磨き上げられた机に映り込む景色がまるで絵画のようで、初夏は深い緑、秋は鮮やかな紅葉と季節によって全く違う表情を見せてくれます。一般公開になりそれぞれ見頃の時期になれば多くの人が訪れるので、前もって事前予約をして訪れるのが賢明です。数寄屋造りのお寺から見るお庭もすごく綺麗で、反射されたもみじを取るだけの目的で終わらず写経なども体験でき見どころしかありません。春夏の緑のもみじも綺麗なので季節問わず満足でき癒される場所になっています。八瀬比叡山口駅から瑠璃公園に行く間にケーブル八瀬駅があり、ケーブルカーで比叡山に登ることができます。すぐ自転車で移動と思ってたんですが、タイミングよく出発ということもあったので乗ったことのなかったケーブルカーとロープウェイを乗り継いで比叡山に登ってきました。ケーブルカーとかロープウェイで観光してるって感じで結構テンションが上がりました。ロープウェイで比叡山頂駅まで行くと京都駅などに向かうバスが出ているので一気に市内に戻ることもできます。私はケーブルカーとロープウェイ往復2000円のチケットを買ったのでそのままロープウェイで下山。ケーブルカーの乗り継ぎまで時間があったので京都大阪を一望できる景色を満喫しました。瓦手投げという願い事を書いたお皿を輪っかに投げる運試し的なものがあるんですが、結構難しくて一個も入りませんでした。さて比叡山を満喫した後はいよいよ本日の最終目的地大原三千院へ。瑠璃公園から大原三千院まではおよそ7キロほどあります。この道をこっちに行くと寂光院で、大原三千院に近づいてくると少し道を外せば寂光院に抜けるルートもあります。今回は時間の都合で立ち寄れなかったんですが、もしゆっくり散歩する時間があれば寂光院から歩いて大原三千院へそのまま向かうこともでき、大原満喫プランっていうのもできます。そしてやっと到着した最終目的地の大原三千院。大原三千院は京都大原の静かな山里にある歴史あるお寺になっています。苔の庭と杉木立が広がっていて時間がゆっくり流れるような独特の癒しの空気に包まれています。境内ではお抹茶がいただけるのでお庭を眺めながらここでやっと一服しました。周りにも和食の飲食店が結構あるのでお昼ご飯なども困らないです。大原三千院は苔の庭やわらべ地蔵が点在するどこを切り取っても絵になるお寺。
このわらべ地蔵がちょこちょこ点在しているので、ここが撮影のポイント。春の新緑、夏の涼しさ、秋の紅葉、冬の雪景色と季節ごとに表情が変わるので、いつ行っても楽しめるお寺になっています。広すぎることもなく回りやすいので、観光地としても有名ではありますが、紅葉が始まっていたのに人が少なくってゆっくり観光ができました。大原三千院は瑠璃公園よりさらに北で、空気も澄んでいて綺麗だし、広々としたお庭を歩いて回れるので、ゆっくりしたい時おすすめの京都の癒しスポットです。